あなたからタッチ。どうも、ロボチューバーのアンテロボルタです。前回は超音波距離センサーを使ってロボを制御してみました。この第1世代のロボには距離センサーの他にタッチセンサーを搭載して撫でたら伏せるようにしたいです。ということで、今回はタッチセンサーを考えてみます。の前に、前回の動画にニコニコでいただいたコメントに少し回答します。時間は送信開始からでは。僕も最初そう思ってたんですが、センサーの使用書を見てみるとこんな感じの図がありました。一番下がエコー端子の出力で、超音波が出力された後にハイになるみたいですね。調べてみると他の方もこの図を書かれていたので、多分合ってると思います。多分。先ほどの式で15度の差はどれくらいの誤差になるはずなの？確かに設定温度は30度、ピコで測定した温度は15度なので、それらを比較するべきでしたね。前回と同じように1メートルくらいで比較すると、15度で 98.7 センチの時、30度だと 101.4 センチなので 2.7 センチの誤差ですかね。4メートルとかになると11センチくらい誤差が出るみたいです。ということで、本編いきます。接触を検知できるセンサーはスイッチとか圧力センサーとか種類がいっぱいあるんですが、スイッチとかは触った時にカチカチなるのがちょっとなと思ったのと、静電容量式のものが自作できそうだったので作ってみようと思います。静電容量式タッチセンサーの原理ですが、パルス信号の立ち上がり時間を使って検知しています。配線を介してパルス信号が伝わるんですが、配線の抵抗と容量が小さいとそのまま伝わりますが、配線の抵抗や容量が大きくなると容量を充電するのに時間がかかるので、パルスの立ち上がりが遅くなります。静電容量式タッチセンサーはこれを利用しています。高抵抗をつないだ配線の信号入力側に人の手が接触すると静電容量が加わるので波形がなまります。なので波形の立ち上がり時間を見ることで人の手が触れたかどうかを検知できるってわけです。これをラズベリーパイ1個で作るんですが、まず触る部分の電極をアルミのパンチングボードで作ります。パンチングボードにしたのは穴に沿って切れば形を整えやすいのと、なんかかっこいいかなと思ったからです。ただアルミにはハンダ付けができないので、配線と圧着することにしました。こんな感じで、付け根の部分は弱いんですが引っ張っても取れないくらいの強度で接続できました。次にラズベリーパイ1個に1メガオームの抵抗をつないで、作った電極を入力端子に接続。これをプラスチックの板で覆って完成です。で、いろいろ試してみたんですが、単純に単発のパルスを入力するだけだとうまく検出できませんでした。Python で組んだから動作が遅かったのかな。ちょっと原因はわからないです。ということで別の方法として、PWM を使ってみました。最初は PWM の周波数を変えてみてたんですが、これだとなぜか安定しなかったので、周波数とパルスのデューティーを一定にして、入力の状態を複数回測定して判定することにしました。ということで実験、こんな感じでタッチセンサーをつないで、接触を感知したら LED が光るようにしました。で、テストするんですが、僕の手でも接触を検知できるようにアルミホイルを巻きました。というわけで、よろしくお願いしまーす。お、ちゃんと動いてそう。よ、ほ、は、てい。正解は、エチボセで、ロボを撫でたら伏せるようにしたいので、3つのセンサーを用意して、一定時間内に各センサーが接触を感知したら伏せるようにプログラムしました。では、なでなで。おお、いいんじゃないですか。今後接続してる抵抗値とか検出方式を見直すかもしれないけど、動くことは確認できたので OK かな。あとは本番用のロボの外装を設計して、全部組み込んだら第1世代は完成かな。ということで、今回の動画は以上。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ではでは。